ねえねえマリサ。なんだレイム。ジョン・サイクスって知ってる？ああ、シン・リジーやホワイトスネークで活躍した伝説のギタリストのことだな。それでは、今日はジョン・サイクスについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。ジョン・サイクスの生い立ちについて教えてくれる？ジョン・ジェームズ・サイクスは1959年7月29日にイギリスのレディングで生まれたんだぜ。家族でスペインのイビサ島に3年ほど住んでいて、そこで父親当時がディスコを経営してたんだ。音楽が常に身近にある環境で育ったんだぜ。その後レディングに戻って、地元の学校に通ってたんだ。へえ、小さい頃から音楽に触れる環境だったのね。ギターを始めたきっかけとかあるの？14歳の時におじがエリック・クラプトンのギターリフの弾き方を教えてくれたのがきっかけなんだぜ。最初は、レイラのリフを教わったんだ。その後2年間、古いナイロン弦ギターでブルースの練習をしてたんだ。ジミー・ペイジやリッチー・ブラックモアのレコードを聴きながら独学で練習してたんだぜ。でも一時期恋愛に夢中になって1年半ほどギターから離れちゃったんだよな。そうなの？でもまた始めたんでしょ？そうだぜ。17歳の時にブラックプールに引っ越してからまたギターを始めて、友達のマービン・ゴールズワージーに誘われてストリートファイターってバンドに参加したんだ。このバンドでは主にパブやクラブで演奏してたんだぜ。ちなみにマービンは後にダイヤモンドヘッドやサムソン、FM でベーシストとして活躍することになるんだぜ。当時はブラックプールのミュージックシーンで注目の若手として知られるようになってたんだ。若いうちからバンド活動を始めたのね。他にも何かしてたの？そうそう、ストリートファイターの活動と並行して地元のギターショップでバイトもしてたんだぜ。そこで色々なギターに触れる機会があって演奏技術を磨くのに役立ったんだ。それに多くのミュージシャンと知り合えて音楽業界のつながりも広がっていったんだぜ。本当に充実した青春時代を過ごしてたんだ。すごく充実した青春時代だったのね。音楽漬けの毎日だったのね。ジョン・サイクスのキャリアの始まりについて教えてくれる？1980年にストリートファイターというバンドでシーズノー・エンジェルっていう曲でデビューしたんだぜ。その曲はニューエレクトリック・ウォリアーズっていうニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビメタルのコンピレーションアルバムに収録されて、当時の音楽シーンで注目を集めたんだ。へえ、デビュー作がコンピレーションアルバムに収録されるなんてすごいわね。その後はどうなったの？その後タイガース・オブ・パンタンに加入して、1981年にスペルバウンドとクレイジー・ナイツって2枚のアルバムを録音したんだぜ。スペルバウンドは特にギターワークが評価されて、イギリスのロック雑誌でも高い評価を得たんだ。クレイジーナイツでは作曲にも参加して、より重要なメンバーとして活躍してたんだぜ。でも翌年には問題が起きちゃってな。え、どんな問題があったの？ボーカルのジョン・デベリルと一緒に他のメンバーとよく衝突してたんだ。特にバンドの音楽性の方向性について意見が合わなくてな。サイクスはもっとテクニカルで洗練された音楽を目指したかったんだけど、他のメンバーは従来のスタイルを守りたがってたんだぜ。それにバンドには成功するための姿勢とスタイルが足りないって感じてたんだ。結局1982年初めにフランスツアーの2日前にバンドを去ることになったんだ。でも面白いことに、すでに脱退した後にリリースされた4枚目のアルバム、ザ・ケージンに、パリジャンタップダンサーとラブポーションナンバー9の2曲だけ参加してるんだぜ。それで、その後はどうしたの？タイガース・オブ・パンタンを去った後、オジー・オズボーンのバンドのオーディションを受けたんだ。実はかなり合格に近かったらしいんだけど、最終的にジェイク・イーリーが選ばれちゃったんだぜ。その後、ジョン・スローマンズ・バッドランズっていうバンドに短期間所属してたんだ。このバンドは EMI との契約まで取れて、将来有望視されてたんだけど、いくつかのショーをやった後にメンバー間の意見の相違で解散しちゃったんだぜ。でもこの経験が後のキャリアにつながる重要なステップになったんだ。最初の頃は色々と大変だったのね。でも次々と新しいチャンスを掴んでいったのね。シン・リジーに加入した経緯を教えて。タイガース・オブ・パンタンを脱退した後も、レーベルとの契約でシングル曲を作らないといけなかったんだぜ。プロデューサーのクリス・ツァンガリデスを通じて、シン・リジーのフロントマン、フィル・リノットと出会って、Please Don't Leave Meっていう曲を一緒に作ったんだ。リノットはサイクスのギタープレイに感銘を受けて、すぐにバンドに誘ったんだぜ。1982年9月に正式にギタリストになって、ブライアン・ロバートソンの後任として加入したんだ。へえ、運命的な出会いだったのね。バンドでの活動はどうだったの？1983年のアルバム、サンダー&ライトニングに参加して、コールドスウェットや、バッドハビッツといった曲を共作したんだぜ。サイクスが加入したことでバンドはよりヘビーメタル寄りのサウンドになって、すごく活性化したんだ。
特にライブでは彼のテクニカルなギタープレイが観客を魅了したんだぜ。でも、そのツアーがフェアウェルツアーとして発表されちゃってな。ライブアルバム、ライフを録音したり、リノットのソロツアーにも参加したりしたけど、1983年9月4日のニュルンベルクでのモンスターズ・オブ・ロックフェスティバルを最後に解散しちゃったんだ。このフェスティバルには他にもホワイトスネークやブルーオイスターカルトも出演してたんだぜ。そうなの？その後はどうなったの？1986年1月4日にフィル・リノットが36歳で亡くなっちゃったんだ。薬物依存と肝臓の問題が原因だったんだぜ。でも1994年に元メンバーのブライアン・ダウニー、スコット・ゴーラム、ダレン・オートンと一緒にシンビジーを再結成して、リノットへのトリビュートとしてツアーを始めたんだ。新曲は作らずに過去の曲だけを演奏してたんだけど、リノット抜きでバンド名を使うことには批判もあったんだぜ。2000年にはライブアルバム、ワンナイトオンリーをリリースして、その後も精力的にツアーを続けたんだ。2009年まで活動を続けたけど、最後は自分の音楽に戻りたいって言って脱退したんだぜ。シンビジーでの経験は彼のキャリアの中でも特別なものだったんだ。長い間シンビジーで活動してたのね。リノットさんとの出会いは彼のキャリアにとってすごく重要だったのね。ホワイトスネークに入ったきっかけを教えてくれる？1983年にシンビジーが解散した後、デビッド・カバーデイルから誘いがあったんだぜ。カバーデイルはサイクスのギタープレイを高く評価してて、特にシンビジーでの演奏に感銘を受けてたんだ。1984年にホワイトスネークに加入して、まずはスライド・イット・インのアメリカ版の録音に参加したんだぜ。へえ、すぐに重要な仕事を任されたのね。その後はどうなったの？1987年のアルバム、白蛇の紋章、サーペンス・アルバスの制作で大きな役割を果たしたんだぜ。スキル・オブ・ザ・ナイト、クライイング・イン・ザ・レイン、イズ・ディス・ラブ、Here I Go Again といった大ヒット曲の作曲とギターパートを担当したんだ。特に、スキル・オブ・ザ・ナイトのギターソロは、ギターワールド誌で、史上最高のギターソロ100選に選ばれるほどの名演だったんだぜ。すごいわね。でも何か問題があったんじゃなかったの？そうなんだ。アルバムの録音が終わった後、ミュージックビデオの撮影中にカバーデイルと対立しちゃってな。カバーデイルはサイクスがバンドの中で目立ちすぎることを嫌がって、ビデオでの出演シーンを減らそうとしたんだぜ。結局、アルバムがリリースされる前にバンドを解雇されちゃったんだ。イズ・ディス・ラブのビデオには別のギタリストが起用されて、サイクスの映像は全てカットされちゃったんだぜ。え、そんなことがあったの？その後はどうしたの？バンドを追放された後、自分のバンド、ブルーマーダーを結成したんだ。ベーシストのトニー・フランクリン、ドラマーのカーマイン・アピス、そして自分がボーカルを担当することになったんだぜ。実はホワイトスネークでの経験から、自分でボーカルをやることを決意したんだ。誰かに依存したくないって思ったらしいぜ。いろいろと大変だったのね。でも自分のバンドを持ててよかったわよね。ホワイトスネークを解雇された後はどうしたの？ブルーマーダーっていうバンドを結成したんだぜ。ベーシストのトニー・フランクリンとドラマーのカーマイン・アピスと一緒にやってたんだ。最初はコージー・パウエルとレイ・ギレンも参加する予定だったけど、パウエルはブラックサバスに行っちゃって、ギレンはレーベルの意向でサイクスがボーカルをやることになったんだぜ。へえ、自分でボーカルもやることになったのね。バンドの活動はどうだったの？ 1989 年4月にデビューアルバムをリリースして、ビルボードチャートで69位まで行ったんだぜ。アメリカと日本でツアーもやって、アルバムは50万枚くらい売れたんだけど、バンドとレーベルの期待には届かなかったんだ。サイクスはゲフィンレコードがちゃんとプロモーションしてくれなかったって不満を持ってたんだぜ。そうなの？レーベルとの関係はあまり良くなかったのね。その後はどうなったの？2枚目のアルバムを録音する頃にはメンバーチェンジがあって、マルコ・メンドーザとトミー・オースティンが加入したんだ。実はこの時期、デフレパードにも誘われてて、彼らのアルバムでコーラスも歌ってるんだぜ。でも結局加入はしなかったんだ。1993年に2枚目のアルバム、ナッシング・バッド・トラブルをリリースしたけど、日本以外ではチャートに入れなかったんだぜ。え、それってレーベルのせいなの？そうなんだぜ。サイクスはまたレーベルがプロモーションをしてくれなかったって言ってたんだ。1994年にはフィル・リノットに捧げたライブアルバムを出したけど、その後レーベルから契約を切られて、バンドは解散しちゃったんだぜ。その後何度か再結成の話があったんだけど、バンド名の使用方法で意見が合わなくて実現しなかったんだ。いろいろと大変だったのね。でも自分のバンドを持ててよかったわよね。ジョン・サイクスのソロ活動について教えて。1994年にゲフィンレコードを去った後、マーキュリーレコードの日本支社と契約して、1995年8月に初のソロアルバム、アウト・オブ・マイ・ツリーをリリースしたんだぜ。このアルバムはブルース色の強いハードロックで、サイクスの多彩なギタープレイが光る作品だったんだ。
その後1997年に、ラブランドと、20th Centuryって2枚のアルバムを立て続けに出したんだ。ラブランドはバラード EP として依頼されたもので、アコースティックギターを多用した柔らかい雰囲気の作品だったんだぜ。一方、20th Century は、軟弱になったって批判を払拭するために作られた、ヘビーでアグレッシブなアルバムだったんだ。へえ、日本で活動してたのね。その後はどうなったの？ 2000 年に、ニュークリアカウボーイをリリースしたんだ。このアルバムはモダンなサウンドを取り入れつつ、サイクスらしいブルージーなギターワークが特徴的だったんだぜ。その後、ヨーロッパでもソロアルバムを出そうとして Z レコードと交渉したんだけど、契約条件で折り合いがつかなくて頓挫しちゃったんだ。2003年にバーンサイドディストリビューションと契約して、ようやく初めてアメリカでソロ作品が発売されることになったんだぜ。2005年にはライブアルバム、バッドボーイライブも出して、ライブパフォーマーとしての実力も見せつけたんだ。ちなみにこの頃、ガンズ&ローゼズのオーディションも受けてて、アクセルローズとも会ってたらしいんだぜ。すごいわね、その後も新しいプロジェクトを始めたりしたの？2011年に、ザットメタルショーに出演した時、ドリームシアターの元ドラマー、マイク・ポートノイと、ベーシストのビリー・シーンと新バンドを結成すると発表したんだぜ。バンド名は、バッドアップルになる予定で、プログレッシブな要素を取り入れたヘビーロックを目指してたんだけど、メンバーのスケジュールが合わなくて実現しなかったんだ。結局、サイクスの代わりにリッチー・コッツェンが加入して、そのバンドは、バイナリードッグスとして活動することになったんだぜ。そうなの？最近は何か活動してるの？2013年に新しいソロアルバムの制作を発表して、2014年には YouTube でサンプル音源も公開したんだ。このアルバムは彼の原点回帰的な作品になる予定だったんだぜ。2019年にゴールデンロボットレコードと契約したけど、アルバムの方向性で意見が合わなくて同年11月には契約を解消しちゃったんだ。でも諦めずに制作を続けて、2021年1月1日に20年ぶりの新曲、ドーニング・オブ・ア・ブランド・ニュー・デイをデジタルシングルとしてリリースしたんだぜ。この曲は彼の新たな音楽的挑戦を示す意欲作だったんだ。そして7月にはアウトアライブも発表して、最後まで音楽への情熱を持ち続けてたんだぜ。最後まで音楽活動を続けていたのね。ファンのみんなも喜んだでしょうね。ジョン・サイクスはどんな楽器を使ってたの？サイクスのメインギターは1978年製のギブソン・レスポールカスタムだったんだぜ。このギターは黒のカスタムカラーで、フィルリノットの提案でクロームのパーツを付けて、グローバーチューナーと真鍮のナットも装着してたんだ。ブリッジポジションにはギブソン・ダーティフィンガーズピックアップを搭載してたけど、後にギブソン PAF、リーシューに交換したんだぜ。このギターは特に1980年代のホワイトスネーク時代に多用されて、彼のシグネチャーサウンドを作り出すのに重要な役割を果たしたんだ。2006年にはギブソンがサイクスモデルのレスポールを限定500本で生産したんだけど、発売後わずか数週間で完売しちゃったんだぜ。へえ、人気の機材だったのね。他にも使ってたギターはあるの？ラブランドではメインに1959年製のギブソン、レスポールサンバーストを使って、グリーントーンには1961年製のフェンダー、ストラトキャスターを使ってたんだぜ。新リジーに加入した時は1977年製のレスポールカスタムをバックアップに使ってて、他にも1985年製の1959年モデルのレスポールリーシューや1991年製のレスポールクラシックゴールドトップも持ってたんだ。特にゴールドトップは晩年のライブで頻繁に使用してたんだぜ。ジミー・ペイジやゲイリー・ロシントン、ジョー・サトリアーニ、エディ・バンヘイレンのシグネチャーモデルも所有してて、それぞれの特徴的なサウンドを自分の演奏に取り入れてたんだ。すごい数のギターを持ってたのね。アンプはどんなのを使ってたの？ホワイトスネークの1987年のアルバムと、ブルーマーダーのファーストアルバムでは、メサブギーのコロシアムヘッドを2台使ってたんだぜ。このアンプはマーク3のプリアンプセクションと 6L6 パワーチューブを搭載してて、特にオーバードライブサウンドが素晴らしかったんだ。ブルーマーダーのツアーではメサブギーデュアルレクティファイアーを使って、その後マーシャル JCM800 に切り替えたんだぜ。JCM800 は特にライブでの存在感が抜群で、彼の太くて力強いサウンドを支えてたんだ。最後の方は EVH51503 アンプとキャビネットを使ってて、このセットアップで現代的なハイゲインサウンドも手に入れたんだぜ。ライブでは TC エレクトロニックの G システムを使ってラックマウントのコーラスやディレイエフェクトをコントロールしてたんだ。いろいろな機材を使い分けてたのね。音作りにもこだわってたのかしら？そうだぜ。新リジー時代にはボスコーラスペダルの CE1 を使ってたんだけど、ホワイトスネークのベーシスト、ニール・マレーにノイジーすぎるって言われて使うのをやめたんだ。その代わりにラックマウントの TC エレクトロニックのコーラスを使うようになって、よりクリーンなモジュレーションサウンドを手に入れたんだぜ。
ストリングはアーミーボールのレギュラースリンキー 0.10 から 0.46 を使って、ピックはダンロップのトーテックス 1.14mm を愛用してたんだ。このピックの硬さと厚みが、彼特有の力強いアタックと豊かなバイオンを生み出すのに重要な役割を果たしてたんだぜ。機材のことまでよく知ってるのね。ファンにとっては貴重な情報よね。ジョン・サイクスのプライベートについて教えてくれる？サイクスは1989年4月10日にジェニファー・ブルックス・サイクスと結婚したんだぜ。4年間の同棲期間を経てのことだったんだ。二人は1985年にロンドンのパブで出会ってすぐに意気投合したんだぜ。でも1999年に離婚しちゃってな。ジェームス、ジョン・ジュニア、ショーンって3人の息子がいて、みんな音楽の才能を受け継いでるんだ。特にジョン・ジュニアはプロのギタリストとして活動してるんだぜ。そうなの？その後は誰か特別な人はいたの？サイクスの友人でラジオパーソナリティのエディ・トランクによると、キムっていう女性と何十年も付き合ってたらしいんだぜ。キムはサイクスの晩年まで献身的にサポートしてて、最後まで寄り添ってたんだ。実は二人は密かに婚約してたって噂もあるんだぜ。へえ、長い付き合いだったのね。でも最後はどうだったの？2024年の初め頃から体調を崩し始めて、同年6月には食道がんの診断を受けたんだ。闘病中も音楽制作を続けようとしてたんだけど、12月に容体が急変して、クリスマス直前の12月23日に65歳で亡くなったんだぜ。2025年1月20日に公式ウェブサイトと SNS で訃報が発表されて、世界中のミュージシャンや音楽関係者から追悼のメッセージが寄せられたんだ。デビッド・カバーデイルやブライアン・ダウニーも偉大なギタリストを失ったって追悼コメントを出してたんだぜ。そう。まだ若かったのに残念ね。でも素晴らしい音楽の遺産を残してくれたわよね。ああ、そうだぜ。葬儀は2025年1月5日にロンドンで執り行われて、多くのミュージシャンや関係者が参列したんだ。遺言で自分の音楽が人々の心に残ることを願うって書き残してたらしいぜ。死後、未発表の楽曲やデモ音源がまだたくさん残されてることが分かって、遺族が整理を進めてるんだぜ。ジョン・サイクスの演奏スタイルについて教えてくれる？サイクスは、ジミー・ペイジ、ウィッチー・ブラックモア、ゲイリー・ムーア、マイケル・シェンカー、ウリ・ジョン・ロート、アラン・ホールズワース、ジョン・マクラフリンを影響を受けたギタリストとして挙げてたんだぜ。特にペイジのブルース的なフレージングとブラックモアのクラシカルなアプローチを融合させた独自のスタイルを確立してたんだ。自分のことをロックを演奏するブルースプレイヤーって言ってて、ブルースの要素を常に大切にしてたんだぜ。へえ、どんな特徴があったの？高速のオルタネイトピッキング、ダブルノートライン、広いビブラート、ピンチハーモニクス、タッピングが特徴的だったんだぜ。特にビブラートの使い方は独特で、ゆっくりと深く揺らすスタイルが彼の持ち味だったんだ。元ホワイトウィザードのギタリスト、ウィル・オルナーはサイクスのメロディセンスを高く評価してて、彼のソロは物語を語るように展開していくって言ってたんだぜ。オルターブリッジのマイルズ・ケネディも、テクニックと感情のバランスが取れた魂のこもったプレイヤーって評価してて、特にブルージーなフレーズの中に織り込まれる技巧的なパッセージを絶賛してたんだ。すごい評価を受けてたのね。他のミュージシャンにも影響を与えたの？そうだぜ。マイケル・アモット、コートニー・コックス、マーティ・フリードマン、マイルズ・ケネディ、マイケル・スウィート、リッチ・ワードなど、多くのミュージシャンに影響を与えたんだ。アモットは特にサイクスのメロディックなソロスタイルから大きな影響を受けたって言ってて、アーチエネミーの初期のサウンドにもその影響が色濃く出てるんだぜ。2004年にはギターワールド誌の史上最高のヘビーメタルギタリスト100人で28位に選ばれて、2011年にはギタープレイヤー誌の知られざるギターの英雄50人にも選ばれたんだ。2021年には80年代を代表するハードロックギタリストの一人として特集されて、特にホワイトスネーク時代のスティル・オブ・ザ・ナイトのソロはロックギター史に残る名演として高く評価されてるんだぜ。でも世界的な知名度はそれほど高くなかったのよね。フォーブス誌のクエンティン・セインシンガーが書いてたけど、エディ・バンヘイレンやランディ・ローズといった他の80年代のギターヒーローほどの世界的な知名度は得られなかったんだ。でも、ハードロック、ヘビーメタルというジャンルへの貢献とギタリストとしての実力は決して劣らなかったんだぜ。実は業界内では、ギタリストのギタリストとして高く評価されてて、多くのプロのギタリストが彼のプレイを研究してたんだ。特に彼のブルースフィーリングとテクニックの融合は、後世のギタリストたちに大きな影響を与え続けてるんだぜ。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。